玄関の方にもう一回戻ったらですね、ずぶ濡れのギャツビーが外にいるんですね。ブルブル震えながら、緊張するって言ってですね、緊張する。緊張するんじゃないよ。何やってんだよ。どうぞとか言って花だけ見せたやつになってるじゃん。ギャツビー行くんだよ。そのために用意したんだろう。行ってくれ、ギャツビー。分かった。白いスーツがびっしょびしょになってるんですね。で、もう透けちゃってるんですね。びっしょびしょで。髪整えて。分かった。行ってくれ。パーって言ったらですね、窓際でね、雨眺めたデイジーがファッ振り返るんですね。そしたらですね、びっしょびしょのギャツビーが立ってるんですね。久しぶり。そしたらデイジーもすぐ気づくんですね。ギャツビー、久しぶり。そこからですね、緊張の面持ちでトークが始まるんですね。元気だったみたいな。元気だったみたいなね。で、それでニックが間取り持ってお茶入れるんですね。カチャカチャ。お茶入りましたけどもとか言って。そしたらですね、会話が弾まないからですね、ギャツビーがもう一回ね、帰ろうとするんですね。失礼とか言って。どうしたのギャツビー、どうしたのギャツビー、何玄関に行ってどうしたのいや、盛り上がらない。ダメだ、失敗だった。嫌われてるかもしれない。帰ろうと思う。いや、違うでしょ。緊張してんだよ、デイジーも。君と同じ。緊張してんの、デイジーが。おかしいじゃん。あんなレディーをさ、一人残したらかわいそうだと思わない？戻ってよ。おかしいよ。子供じみてるよ。ギャツビーらしくないよ。分かった、大声を出さないでくれ。戻るから。とかですね。戻ってですね、カチャカチャお茶を飲んでですね、そんなことしてたらですね、少しずつ会話が弾んできてですね、こう、ニックはですね、少しずつこう、避けて二人だけにさせるんですね。で、よく見てたらですね、もうなんかすごい楽しそうに笑い始めてるんですよ。うわ、よかった、打ち解けてる。うわ、めっちゃ笑ってる。めっちゃ接近してる。うわ、よかったな。待って、俺なんか立て続けになんか人の不倫見てない？なんか不倫をすごい近くで見る役割なの、この夏。何なのって思いながらですね、ニコニコして、ああ、よかったよかったって思ったらですね、晴れてきたんですね。で、とか言ってね、まあまあそろそろとか言ってね、ギャツビー晴れたよ。外晴れたよ。どうとかね、外でも出ないとか言って、そうだっつってギャツビーがですね、デイジー、俺の部屋に、いや、俺の家に来ないか。家に見に来ないか。家を見せたいんだ。家どこに住んでるの？この隣なんだよ。この隣なんだ。すぐ近くだから。ちょっと見に来てくれ。そうだよ、デイジー見た方がいいよ。すごい家なんだよ。見たことないでしょ。見に行こう。3人で行こう。ね。3人で行こう。3人で行こう。でですね、3人で部屋見るんですね。そしたらですね、ものすごいでかい門があるんですね。で、開けてくれって言ったらですね、ギーッダン！何この門！これ、ギャツビーの家？そう。ここが俺の家なんだ。君に見せたかったんだ。さあ案内するよって言ってですね、もううわーでかいガーデンとですね、もうものすごい巨大な城が見えてくるんですね。素敵。これ本当にギャツビーの家？そうなんだ。これを手に入れるのに3年かかったんだよって言うんですね。で、ニックがって思うんですね。3年かかった。親の遺産を継いでお金持ちなはずなんだから、ずっとお金持ちだったんじゃないの？なんで3年かかったんだろうって思うんだけど、それはもう気にしないんですね。ふわーって。すごい。部屋の中入ってもですね、ものすごいんですよ。広い大理石、バーン、フロア、バーン、上の2階のテラスの、なんだこれもうパイプオルガン、ドン！パイプオルガン！すごい。教会みたいなのある。あれ、音出るの？うん。弾かせる。演者を起こしてきて。演者を起こして。すぐ弾かせて。デイジーに弾かせたいんだ。そしたらですね、ファーンなるわけですね。すごい音楽が鳴って踊り出したいとかって踊るんですね。ファーって踊る。楽しいとかですね。で、何ここはみたいなね。ここはクローゼットルームなんだとかってね。これ全部クローゼットなの？全部よ。全部の棚にもうラルフローレン本店みたいな感じで、もうとにかくですね、服がすごい並んでるんですね。でこれもね、もう服は余っちゃってるんだよ。もう金持ちアピールしたけどしょうがないですね、やつよね。余っちゃってるんだ。季節ごとに送られてくるからね。もうなんだって、何色だってあるよとかってバーシャツをですね、もう嬉しくてしょうがないからシャツを2階からですね、もう巻くんですね。この、なんか2階廊下からですね、ファー巻くんですね。わー、綺麗！シャツが綺麗！わ、こんなにすごいって言ってですね、そのシャツに囲まれながらですね、デイジーが気づいたら泣いてるんですね。ふわー泣いて、どうしたんだデイジー。どうしたって言ってね。悲しくなってきたんですね。要するに、ギャツビーと本当結婚したかったって思ってたのに、
今そうじゃない。しかも全然幸せに暮らせてない。ギャツビー。こんなに素敵になって、こんなに素敵なのに、なんで私今こんなことになってんだろう。泣けてくるわけですよ。泣けてきたーとね。どうして泣いてんのって言ったら、言えなくてですね。シャツが綺麗すぎたからと言ってですね。シャツが綺麗すぎたから。泣くわけですね。そこからですね、踊ったりなんだかかんだしたりですね、楽しんでいるわけですね。はい。よかった。よかったな、ギャッツビー。よかったな、ギャッツビー。思うわけですよ、ニックは。ところがですね、そのあたりからですね、そこからお帰りになるわけですけども、デイジーは。ギャッツビーのですね、過去について嗅ぎ回る記者が出てくるんですね。ニックさんとか言ってね。なんかいろいろ知りませんか、ギャツビーのこと。何ですか急に。ご友人なんでしょ。どうも最近きな臭い噂が絶えないんですよ。なんでも、犯罪組織とつながりがあるとか、いろんなこと言われてるじゃないですか。だって、なんであんな毎晩パーティー開けるんだってみんな噂してますからね。なんか知ってることありませんか。いや、知りませんよ。彼は正規のビジネスやってますから。と言ってですね。わあ、なるんですね。そんなこと言われたんだよ、ギャツビー。とか言うわけですね。そしたら、そうか。うん。でも、ちょっと不思議なんだ。なんであんなに毎晩パーティーできるのかなって。すごいお金持ちだけど、みんなの噂も気になってる。どういうこと。ニックには説明しておいた方がいいかもしれない。自分の口から説明する。確かに、ついつまが合ってないところもあっただろうな。俺はもともと金持ちじゃないんだ。俺はもともとものすごく貧しい農家の生まれなんだ。貧しい農家の生まれだった。貧しい。でもその時、俺は自分の両親のことを自分の両親だと認めたくなかったんだ。こんな貧しい家にいたくない。そうずっと思っていた。だから自分は勝手にどっか違う神様が産んでくれた子供、神の子だって思って。で、16の時家を出たんだ。16の時家出するんですね。貧しすぎて嫌だっつってね。お金持ちになりたい。そしてですね、その船をですね、ある時、航海、いろんなとこ行ってみようということで、船やってる時にですね、溺れかけの富豪を会うんですね。はい。溺れかけの富豪を助ける。ね。溺れかけの富豪を助けたんだ。ね。その人にいろいろ教えてもらったんだよ。16歳のガキが一人で根性あるじゃねえかって言われて、世界中見せてもらったし、そう。だから、俺が世界中にいろんなところに行ってるっていう写真あるだろ。あれはその富豪に連れてってもらったんだ。それでもう本当にいろんなことを教えてもらった。でも金はもらえなかった。もちろんその人の遺産は全部家族のものだったから、俺はその人にすごく良くしてもらったけど、だからいろいろジェントルマンとしての作法とかはその人に全部教わった。だけど、金は無一文の状態で戦争が始まった。その時に出会ったのがデイジーなんだよ。一目見て分かった。上流階級の女だ。その上で俺はすごく憧れたんだ。なんて美しいんだってね。上品なんだよ、上流階級の女ってのはね。最高だった。俺はとにかくこの貧しい自分が嫌いだったからさ。でもそのパーティーに呼ばれてるのは上流階級の将校たちばっかりだった。俺は嘘をついてたんだ。嘘をついてたんだよ。上流階級のふりをして、そこで混じって、それで、もちろん身分違いだったのは分かってたけど、そこでデイジーと恋に落ちた。戦争が始まって、戦争が終わった。もちろん迎えに行きたかったけど、俺はただの無一文だったから、なんとか金を稼がなきゃ。いろんなことをやった。何でもやって。デイジー待っててくれ。そう思ってビジネスを何個も成功させて、ようやく手紙を出した時に、彼女は結婚してたんだ。という話を聞くわけですね。そうだったのか。いろいろあったんだね。そうだ。これは君と僕だけの秘密だ。僕はとにかくデイジーを手に入れるために全てやってきたんだから。って言ってですね、またパーティーの夜が開かれるわけですよ。ファーってね。そのパーティーにですね、デイジーとトムが来るんですね。デイジーがですね、こうギャッツビーとですね、つながりになってきたわけですよ。そんな中、ね、デイジーがパーティーに行く。ギャッツビーとのパーティーに行く。ギャッツビー、俺も行くぞ。言って行くわけですね。トムが来るんですね。なんだこのパーティーは。
品のねえ奴らの集まりで動物園みてえじゃねえか。どいつもこいつも成金みたいな顔しやがって、そんなこと言わないでよ。みたいなデイジーが言うわけですね。そんなこと言わないでよ。あのな、こういう奴らに気をつけた方がいいんだぞ。どうせな、この時代の新しい金持ちってのは酒の密造でな、やばいことやって金儲けてる奴らばっかりだ。ここの主催者もどうせそうだろう。ね、そんなことないわよ。とですね、言ってるんですね。そしたらですね、ギャツビーが来るわけですよ。いやー、デイジー、そしてトム、よく来てくれたね、ありがとう。いうわけですね。ここでついにですね、もう、ギャツビー宅にてトムと、こう、デイジーと、ようやく3人揃うわけですよ。ね。ああ。あんたはギャツビー？前一度お会いしましたね。前？バーで。ああ、一回だけ握手した。ああ、あんたが、ああ、どうもどうも。とですね。どうも。そうだ。デイジーお借りしてよろしいですか？ちょっと向こうの方で少しだけダンスを踊らせてほしい。なんかそういうカルチャーあるんでしょうね。なんかわかんないですけど、いいのかわかんないですけど、僕なんかね。うん。うん。いいよ。いうわけですね。したらデイジーがですね、はい、ボールペン渡すわけですよ。ね。デイジーがトムにボールペン渡す。女の子のアドレス書き留めるのに必要でしょって言っちゃうんですね。要するに、あんた、こんな女の子いっぱいいるとこで絶対ナンパして、引っ掛けて、アドレス聞くんでしょっていう嫌味を言い残して、ギャツビーのとこ行くんですよ。あーとか言いながらですね。だなるほどとか言いながらですね。パッと見たらですね、見たことある女優がいるんですね。行くんですね。結局行くんですね。で、結局女優をナンパしちゃってるんですけども、その間ですね、踊ってるわけですよ。ギャツビーとですね、で、デイジーが踊ってるわけですよ。ね。で、それをですね、ニック見てるわけですね。そうか、とかね。どうなるんだろうとか見ながら見てるわけです、ニックはね。ギャツビー嬉しそうだな、とか言ってね。で、ギャツビーとデイジーが踊ってる。そんな中ですね、抜け出さないか、とかですね、ギャツビーとデイジーがですね、抜け出してですね、ニックのですね、家の庭の方でまで行ってですね、こう、また愛を語り合うんですね。わーってね。そしたらですね、女優とですね、女優をナンパし終えたですね、トムがですね、戻ってきてですね、おい、デイジーどこだよとですね、おい、ニック、デイジーどこだえあ、俺の家の方に行ったってこと言えないからですね、いやー、見てない、しばらく。とか言ってですね、おー、とか言ってですね、おい、言ったら教えろよ。お前、俺が探してたってな、デイジーにいるわ。つって。わかった、わかった。とか言ってですね、庭の前で迎えに行ってですね、そろそろだよ。ギャツビーとか言ってですね、わかった。とかですね。で、デイジーも帰るんですね。で、デイジーとトムがですね、落ち合って帰るんですけども、変なパーティーだったなとかですね。はい。あいつ、ギャツビーってやつよ。あいつ気な臭えぞ。お前気をつけろよ。とかですね。気な臭くないわよ。薬局をチェーンで持ってるんだって。ちゃんとした商売やってるんだから。薬局をチェーンではい。電話してですね、秘書に秘書にですね、おい、お前よ、運転手にですね、ギャツビーってやつの主情を調べさせとけ。調べとけよ。はい。とか言ってですね、トムがですね、ギャツビーのですね、素性をね、洗い始めるっていうね。で、バーッと帰ってくるんですね。デイジーとは、楽しめたかいって言って。ああ、楽しんだ。その上で、はっきりしたことがある。どうしたの、ギャツビー。デイジーは、もうトムを愛してない。それははっきりしてることだ。まあ確かにそうかもしれない。だからそれをはっきりさせるんだよ。トムの前でデイジーに、もうあなたのことは愛してない。あなたを愛したことは一度もない。そう言わせる。いや、それはやりすぎじゃない、ギャツビー。それはちょっと求めすぎだと思うよ。これぐらいの距離感がいいんじゃない？いや、俺はそのためにここまでやってきたんだぞ。ここまでやってきたんだ。いや、でも過去は変えられないよ。過去は変えられるよ。変えられるんだ。絶対。俺はやってみせる。俺はここまでゼロからやってきたんだ。ここまで登ってきたんだぞ。必ず手に入れる。応援してくれ、ニック。ああ、分かったけど、嫌な予感みたいな感じですね。はい。ギャツビーの計画が
要するにトムに対して最後通告をしてですね、デイジーからもうあなた愛してない、あなたを愛したことないって言わせてこっちのものにするという、そういう算段をやるわけです。そしてそのための会を催すわけですね。トムの家にですね、ギャツビー、ベイカー、デイジー、トム、ニック全員5人とも集まって何かの食事会としてですね、全員が呼ばれるわけですよ。そしてギャツビーはですね、そこでデイジーに言わせようとしてるわけですね。はい。その日はすっごい日差しが暑いんですよ。暑いわねとか言って。ベイカーが暑い。今日暑い。今日何なのもうみんな呼んで。ニック何なの全員呼んで。みたいな。いやもうみんな親睦を深めようってそういう会。ね。ギャツビーと言ってですね。ギャツビーがですね、黙々といるんですね。でもあまりにもですね、ピリピリした空気でですね。デイジーもなんかすごい顔色が青いんですね。なんか今日私言わなきゃいけないのかなみたいな。ブルブル震えてですね。暑いなおいとか言ってトムが言うんですね。暑いなんだおいとかですね。したらですね、デイジーとトムの娘がね、そこのリビングを駆け抜けるんですよ。今日みんな集まってるのみたいな。おい、大人たちでちょっとパーティーやるからちょっとあっち行ってなさいとですね。で、ギャツビーはその娘がですね、すっごく目に入るわけですよ。娘ってね。で、デイジーも娘ってね。で、ベイカーが、ほんと天使みたいな可愛い子ねとね、娘がいるわけですよ。ね。トムとデイジーには娘がいるんですね。で、娘が目に入るけども、これから行われることってのは、あなたを一度も愛したことないって言うっていうことなんですよ。ね。で、焦ってですね、タバコを吸うんですね。このデイジーがタバコを吸おうとするんですよ。でもうまく火つけられないんですね。カチ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 。どうしたお前。カチ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 ね。で、ライターガタンと落としちゃうんですね。この女性がタバコを吸うのもこのフラッパーの時代のならではなんですね。運転、ゴルフ、タバコ、こういうのもショートカット、ボブカットの女の子がするっていうのが、この時代の解放された女性っていう像らしいんですね。カチ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 。顔色悪いぞ、デイジー。カチャンとか言うんですね。そしたらですね、ギャツビーがすかさずそのライター拾うんですね。大丈夫だから。言うわけですね。そしたらその姿を見てですね、デイジーが、あなたほんとクールね。いつもクール。この言い方がすごい気になったんですね。トムはですね、バキーン俺の嫁が、ギャツビーという男に、気持ち持ってかれてんぞ、これ。気づくんですよ。あなた本当に、いつもクールねって言った言い方がですね、トムが気づくんですね。これは、ですね。で、デイジーがですね、ここ暑いから、街に出ないとか言うわけですね。そしたらですね、トムがですね、何か思いついて、オッケー、街出よ。がぜんやる気出てきたぜ。何かを考えてるんですね。がぜんやる気出てきたぜ。おい、ギャツビー、お前も行くよな。行きますよ。よし、いいだろう。じゃあ行くまでによ、道中。お前の車に俺が乗り、俺の車にお前が乗るってのはどうだな、車交換庫で行こうぜ。かっ飛ばしていくぜ。な、車の性能じゃなくスピード勝負だ。つってね、言うわけですね。なんか喧嘩腰のトムだなっていうね。なんだそんな中ですね、デイジーが、じゃあ私、ギャツビーの方乗るからと言ってね、ギャツビーの方乗るんですね。そしたらベイカーとニックがですね、じゃあ必然的に僕たちこっちだよねとか言ってですね、乗るわけですね。よし、じゃあスタートだ。バーンバーン二人ともかっ飛ばすんですね。ガーンかっ飛ばしながらですね、おい、ベイカー、ニック、なあ、あいつよ、ギャツビーよ、とんでもない悪党だと思わねえか。なんでそんな悪党には見えないけど、悪党に決まってんだろ。だってオックスフォード大卒だよ。オックスフォード大卒のやつがよ、ブーンあんな、ピンク色のスーツ着ねえんだよ。バーンね。このピンク色のスーツはオックスフォード大卒のやつ着ねえんだよっていうのはどういうことかというと、要するにですね、オックスフォードを出るようなですね、昔ながらのお金持ちっていうのはどちらかというとおとなしめでダークな着こなしっていうのがトラディショナルでかっこいいとされてたんですね。逆に、この20年代あたりでバーンってお金持ちになった人たちが成金だってお金を稼いだんだって言って派手な色のとか明るい色のスーツを着るわけですよ。そう考えたらギャツビーっていうのは常に白と
か薄いピンクとか派手なスーツを着て、俺は金持ちだっていうアピールをしてたわけですね。それがトム、生粋の御曹司金持ちからすると鼻について、なんか気になってしょうがなかったんですね。オックスフォード大だってよ。調べたら違ったんだよ。バーンね。そこから何が起きるのか。ぐわー車の中でですね、すっ飛ばしながらですね、チキンレースとかしながらですね、ブワーンふわーんね。その間ですね、一回ですね、ガソリンがですね、ギャツビーの方が足りなかったんですね。で、ガソリン足りねえな、つってですね、じゃあちょっと止まるぞってですね、マートルとジョージの自動車整備工場のところで止まるんですね、バーンって止まってですね、おい、ジョージとですね、トムさん、どうしたんですかとかね、ガソリン入れてくれ、とかってね、はい、とかですね、どうしたジョージとかね、顔色悪いけどどうしたいや、私、ガソリン入れないですね。そろそろ引っ越そうと思ってまして。引っ越すってどこにだよ。西部の方に。カリフォルニアとか、西部、奥さんもかマートルですね。不倫相手ですね。奥さんもかってですね。奥さんがですね、なんか泣きそうな顔で窓からこっち見てるんですね。で、もう、なんか喧嘩したっぽいんですね。いや、なんかね、うちの嫁が最近なんか怪しい動きしてましてね。もう一緒に街出ようって無理やり言ったんですよ。連れてきますからもうあいつ変な間違い起こしちゃったみたいでってで汗流しながらですね自分と不倫してるんですよトムはね。だけどどうやら話しぶりから自分と浮気してるっていうのは分かってないみたいですよ。誰かと浮気したっていうので口論になって引っ越すってなってるんですね。ああそうかよ。そう。ガソリン入ったとかですね。そしたら向こうからですね、遅れてきたギャッツビーの車が来るんですね。追い抜かれたくないからですね、もういいや、金払うって言ってですね、バーン派手な黄色い車ですね。って言ってですね、さすがトムさんですとか言って、まあな、とか言って、バーンって行くわけですね。ここでガソリンを入れたのも非常に後になって効いてくるんです。ね。バーンキャン止まってですね、プラザホテルっていうね、すごい高級ホテルのスイートルーム取ってですね、ここで言ったらお茶でもしようぜ、とかって全員で集まるんですね。ところがその部屋も暑いんですよ。暑いな。冷房は全然効いてねえな、これ、おい、と言いながらですね。お話し始めましょうよ、とかですね。やめてよ。何なの喧嘩越しでずっと。とかね。ヤズビーさんよ、ここで確信に入るわけですね。あんたオックスフォード大卒だってウイスキーをちょっと飲みながらですね。お前オックスフォード大卒なんだろと言ってですね。オックスフォードで学んでたことがありますよ。いつからいつ疑ってるわけですね。いつからいつまあ正確に言えば1919年の5ヶ月間だけ。5ヶ月間どういうこと正確に言えばその時将校兵士にはそういう特権が与えられてどこの大学に入ってもいいっていうふうに言われてそこで学ぶ権利が得られた。その5ヶ月間オックスフォードで学んでた。だからオックスフォード卒ではない。正確に言うとね。そうなんだ。へえ。オックスフォード卒みたいな感じで言ってたけどな。なあ。オックスフォード卒ってお前思ってたよな、ニックな。はい。あとよ。あんたの仕事なんだっけ何してんだっけいろいろやってる。いろいろやってるじゃねえだろ、おい。なあ。お前いろいろやばいことやってんだろ。調べたんだよ。あのバーで一緒にお前座ってたやつ、あれウルフシャイムっていうギャングじゃねえか。いろいろやってんな。薬局をたくさんやってますじゃないだろう。薬局を買収してそこで密造酒作ってんだよな。あと株式操作とか、他のいろんなことやってんな。密造やって、株操作やって、あとドラッグだなんだってやべえこともたくさん手出してる。いろいろやってるっていう情報が手に入ってんだよ。それ以上のこともやってるってな。おい、どうなってんだ関係ないだろう。関係なくねえよ。あともう一つだけ聞かせてくれ。うちの家庭になんで
何のつもりでソードを持ち込んできてんだよ。つまり俺の嫁とんじゃねえってことですね。何のつもりでソードを持ち込んできたんだよ、おいギャツビー。騒動じゃないんだよ。これは正しい形に戻したいんだ。正しい形、どういうことですか？デイジー、言うんだ。今こそ言うんだ。愛したことはないって。愛したことはないって言うんだ、今こそ。おい、なんだ。何吹き込んでんだよ。愛したことないって言ってくれ。そうだろう。で、デイジーが震えながら。トム、もういい加減にして。あなたのこと、愛したことないから。トムがですね、ああ、おい、嘘だろ。おい、愛したことないは嘘だろ。言わされてんじゃねえかよ。愛したことないは嘘だろ。おい、あん時もか。新婚旅行行った時楽しそうにしたじゃねえか。オアフ島でもか。他の場所でもか。おい、登山の時どうなんだよ。俺が抱きかかえてよ、お前が足痛いって言うから、あん時もか。この時どうなんだ、あの時どうなんだ言うわけです。夫婦のですね、一番いい時の思い出いっぱい言うんですね。それ言われてですねデイジーはですね困っちゃうんですね。確かにあの時、ね、それは好きだったんだもんね。だけど一度も愛したことないって言えっていうことをですね、もう言うわけです。ギャツビーが愛したことないよな、愛したことない、それも違うっていう、なんで黙ってるんだデイジーって。そしたらデイジーが泣き出しちゃうんですね。やめてと、もうそれ以上求めないでお願い、あなたのことも愛してるし、だけどトムのことも愛してたの、言われるわけですよ。嘘じゃないのよ、ね、その時もあったし、あなたのことも愛してるけどって言われて、俺のこともってなんだよ、もうじゃないだろうって言ってですね、大騒ぎしちゃうんですね。その上で、おいおいおい、話変わってきてんじゃねえかよギャツビー、おい、お前はよ、ピンク色のスーツでよ、うろうろすんじゃねえよ。違うんだよ、全然違うんだよ、俺とは。お前は血統から違うんだよ。お前の貧しくて薄汚いそういう血がここにふさわしくないんだよって言った時にですね、ギャツビーがうわーっつってね、なんだこの野郎ってなっちゃうんですね。この野郎もう一回言ってやろうってなっちゃうんです。で、そのですね、ギャツビーの激高したさも初めてみんな見るんですね。あんなクールで紳士だったギャツビーがですね、お前みたいなですね、薄汚れたその血統がって言われてですね、もう一番のコンプレックス刺されて、うわーってなっちゃうんですね。うわーってなって、はい、取り乱した。ごめんってなるんですけど、もうですね、もうデイジーも震えて怯えてるんですね。そんな一面あったのってね。怖いってなってですね。とりあえず私出るってなって。怖いからバーって部屋出ちゃうんですね。で、デイジー待ってくれっつって、ギャツビーも追うんですね。なんだよ、おいっつって。悪いな、おい、ニックとな。ベイカー悪いな。どうだ、ウイスキー飲むかっつって。ニックが震えながらですね。いや、いいよ。思い出したんだけどさ、ニック。なんだよ。僕、今日誕生日なんだよね。最悪の誕生日迎えてるっていうね。ハッピーバースデー。って言ってですね、その3人でですね、家に帰ろうとするんですね。デイジーとギャツビーはどうやら、ギャツビーの、元の黄色い車で帰ったっぽいので、トムの青い車でですね、ブーンって帰るんですね。そしたら途中でね、灰の谷を通るわけですよ。ね、灰の谷を通ったらですね、灰の谷のですね、このジョージの店のあたりで人だかりができてるんですね。わーってきて。なんか盛り上がってんな、おい。なんだよ。ジョージの店儲かってんのか、ちょっと見てくれ、やじ馬。やめなさいよ、ベーカーが言うわけですね。なんなのかなつって。なんだろうな、ちょっと見てくるわ。ジョージどうしてんだと思って、パーって見たらですね、わーって交通事故があったんだ、交通事故だってわー騒いでるんですね。交通事故、誰が。それですね、パッと見たらですね、ジョージがものすごい泣いてるんですね。嫌な予感するわけですよ。ドッドッド、おいマートル、おいマートルじゃねえだろうなつって、ドッ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 ドかき分けですね、うわ布かけられてる下見てですね、おいパッと見たら
マートルなんですよ。血だらけになったマートルなんですよ。おい、君何してんだ。うるせえ、なんだよ、おい。おい、知り合いなのか。いや、知り合いっていうほどでもねえけどよ。引かれたんだよ。車に引かれたんだよ。そうなのか。黄色い車だ。黄色い車。黄色いデューセンバーグだ。黄色いデューセンバーグが引いたんだ。と思ったらですね、向こうのジョージと目が合うんですね。で、ジョージはガソリン入れてるでしょ、息に。だから黄色いデューセンバーグはこのトムのもんだと思ってるんですよ。ジョージが飛びかかったんですよね。あーって、トムーって言って、落ち着け落ち着け俺じゃない落ち着け俺じゃないから落ち着けお前の黄色い車が違う俺は青い車に乗ってここに今来たなあ、そう見てただろ見てた青い車でこいつは今ここに来たあの車だそうなのなんでどういうことなんだよいやだから違うんだよあれは俺の車じゃねえんだよ入れ替えて乗ってたんだ誰のなんだよギャツビーだよ知ってるだろ有名なパーティーばっかりやってるあの成金野郎のギャツビーだよギャツビーが引いたのかなんてこんな引いてそのまま止まりもせずにそのまま突っ切っていったんだよマートルがズタボロになってなんでこんなことになっちまったんだいや浮気してんだろうって言って問い詰めてたらもういいって言ってマートルが飛び出してったんですよそしたら車に飛び出してなんか車の前でワーワーやりだしてそのまま車が止まらずに引かれて殺されたんですよ浮気してたらもしかしたらギャツビーかもしれないなんか金持ちのやつと浮気してたんですなんか物が増えていくなと思ってこんなの俺買ってないしお前も買う金ねえだろってどこの金持ちの男にプレゼントされたんだって言ってたんですギャツビーだったんだそうかもしんねえなギャツビーだって言ってですねブワーって車へ行くんですねおいとんでもないことになってたなどうなってんだこれギャツビーおいギャツビーひけ逃げだぞこれはさすがに悪人だろおいニックどうなんだよいやギャツビーなのかな本当にいやわかんないけどじゃねえよ黄色いデューセンバーグなんてギャツビーしかいねえんだろギャツビーが引いてひき逃げだぶっ殺しやがってまたぶっ殺しやがったやつバー車行くんですねでそしてですね家入っていくんですねでベイカーがねちょっともうトムと一緒にトム慰めないもういいニックはですねもううんざりだもう俺は帰りたいって言ってですねパッと庭の方に行くんですねするとですね庭の茂みにですねギャツビーが隠れてるんですねギャツビーお前何してんだよって静かにお前引き逃げしただろ違うんだ違う落ち着けお前引き逃げした声がでかいコブの庭で声がでかいからどうしてお前引き逃げしたんだよマートル死んだんだぞお前違うんだよ俺も止めようとしたんだよ俺だって横からハンドルをギュッてやったんだよ横からってデイジーなのデイジーが運転してたのそうなんだちょっと気分が落ち着かせたいから運転させてくれって言われてデイジーが運転したんだだけどもなんかわからないけど絶叫して女の人が飛び出してきてそのままデイジーが跳ねたなんで止まんなかったんだもうしょうがなかったんだしょうがないことないだろひき逃げは重罪だぞ即死だったんだよデイジーのためにもこれは逃げなきゃとっさに判断したんだこれはデイジーのためなんだいやそうかもしれないけどどうすんだよもちろんデイジーのせいにはして俺が運転してたってことにするそういう風にデイジーにも言ったとりあえず帰らないか家にいやそうだけどちょっと今日は分かんない一緒にいてくれないか分かったよ分かったけどちょっと待っててくれ
と様子見てくるって言ってですね、トムの方の家の様子をちらっと見たらですね、トムとですねデイジーが慰め合ってるんですね。大丈夫だ、デイジー泣くな、大丈夫だ、なんとかする、大丈夫だって言ってですね、って言ってるデイジーが見えるんですね。どうやらトムとデイジーで、あれなんかうまくトムがまとめるからみたいになってるけど大丈夫かなって思いながら帰ろうって言ってですね、ブーンって帰るわけですね。で夜通しですね、こうギャツビーがですねもう興奮してですね喋り続けるんですね。生い立ちから何から今までのデイジーとの馴れ初めとか全部喋るんですね。でもこんな風に喋ってる場合なのか、ギャツビーひき逃げなんだぞ、捜査が明日にでも来るかもしれない、早く逃げた方がいいんじゃないのか、少なくとも君は逃げた方がいい、分かってる、でもデイジーのためなんだ、デイジーからきっと明日電話が来る、だから明日デイジーと一緒に逃げたいと思う。デイジーから電話、分かったけどきっと来るんだ、もう朝か、そうだ、プール入らないか、綺麗なプールだから、この夏はあんまり入ってないんだ、一緒に泳がないか、汗だくだ、いやいいよ、俺ももう明日早いし帰るよ。そうか、分かった、ありがとうな、付き合ってくれて。そう言ってですね、こう庭を歩いて帰ろうとするんですね。でニックが振り返るんです。そしてなんか思うことがあってですね、ギャツビー今までいろんな人見てきた。でもね、このギャッツビーだけはずーっとたった一人デイジーずーっと信じてる。それがなんか自分の中で響いたんですよね。ニューヨークはさ、みんなクソ野郎ばっかりだよ。君は一番素晴らしいよ。って言って帰るんですね。しかしそれがギャツビーに送った最後の言葉になってしまうだなんてなるんです。なぜかギャツビーはですね、ニックを見送った後ですね、プールに入るんですね。サパーン、電話来ないかなっつってね。でギャツビー様っつって、誰々様から電話ですけれども、商談が来るんですね。いや後にしてくれ、今違う電話待ってるから、ファー泳いでるんですね。まだかな、デイジーからの電話まだかな、ファー泳いでるんです。ズルルルル、また違う電話が来たんですね。ビジネスの電話なのかデイジーなのかわからない、でもデイジーかもしれないと思ってファッてプールから上がるんですね。そしたらですね、ジョージ、泥だらけのジョージがですね、銃持ってきてるんですね。てめえふざけんじゃねえぜ、バンバンバン、プールサイドに上がったギャツビーを背中からバーン撃ってですね、ギャツビーがプールにドバーン、ブカー、その後ですね、震えながらジョージが自分の口に突きつけてバーン死ぬんですね。で執事たちがうわー出てきて、ギャツビーさん、プールが真っ赤に染まるんですね。そこからニックが思い出しますね。それから結局デイジーからの電話は来なかった。それどころかギャツビーの葬式になってもデイジーは姿を現さなかった。僕の方からトムに連絡したら、トムの使用人からトムとデイジーと娘は今旅行中だとそう告げられた。ギャツビーの葬式にはあれだけたくさん来ていたパーティーの連中も一人も姿を現さなかった。ウルフシャイムでさえ友情は生きてる時だけだ、そう言い残して電話を切った。でも僕はただ一人ギャツビーの死を悼んでいる。今でも思い出す。ギャツビーが桟橋に向かって緑の光に手をかざしていたあの日のことを思い出す。
過去は変えることができない。望んでいた未来はどんどん遠ざかっていくのかもしれない。でもまた前にまた前にギャツビーのことを思い出しながら僕は進んでいこうと思う。以上でございます。さあ、ありがとうございました。華麗なるギャツビーということですね。いかがでしたでしょうか。汗だくでございます、中田敦彦。はい。悲しいですね。ものすごい悲しいですね。もう喧騒と狂乱のこの1920年代の全てが詰まっていましたね。パーティーに明け暮れる人々、ね、そして、男性と女性のもつれる関係とですね、そしてこの証券マンですよね、ニックね。ところがこの後ね、はい、訪れてしまうんですよね。世界恐慌。あのウォール街が一気にしてボーン、証券が崩壊し、アメリカの経済が崩壊すると同時に世界全体に恐慌が起きて第二次世界大戦が起きてしまう。その第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の戦勝国アメリカの熱狂と喪失、それがギュッと詰まったアメリカ文学20世紀最高の小説と言われているのがこの華麗なるギャツビーですね。実はこの華麗なるギャツビーはスコット・フィッツジェラルドが生きている時は全然売れなかったんですよ。全然評価されなかったんですって。スコット・フィッツジェラルドっていうのは、流行作家として1作目2作目評価を得てたんですが、文学的要素の強いですね、この華麗なるギャツビーはどちらかというとバッドエンドに近いというこの重苦しさも相まってですね、ちょっと最初受け入れられなかった。ところが後々にですね、これは1920年代そのものだということで、ものすごく評価を上げていって、今ではアメリカ文学最高峰、そして海を渡って日本の大小説家村上春樹さんの一番のお気に入りにもなるということでございます。これ実はですね、モデルがいるらしいですね。ギャツビーとデイジーっていうのね。それがまさに、スコット・フィッツジェラルドとその奥さんゼルダだったらしいんですね。ものすごいパーティー好きだったらしいですよ。もう、うわーで、奥さんがめちゃくちゃ浪費家だったらしいんですね。はい。すっごいお金使う。もう、悲しいですけどもね。3年間金持ちになってものすごいお金を得てどうですかっていう風にしてアピールしてたわけですよね。そういう価値観だったのをまさにこの時代にですね、そういう奥さん持ってたスコット・フィッツジェラルドだから書けたんじゃないかなと。そのスコット・フィッツジェラルドの人生そのものもですね、もうギャツビーと同じくしてですね、悲劇的な人生です。興味持った方はぜひ調べていただければなと思います。いやー、激しかった。いやー、僕はね、それでもギャツビーが好きなんですね。なんでなんでしょうね。なんでなんでしょうね。パーティーやってる時のギャツビーがね、最高に好きなんですよ。悲しいですね。私がギャツビーだ。ねえ。皆さん、パーフェクトヒューマンのミュージックビデオ、ぜひご覧ください。ギャツビーになりたくて歌を作り、そしてミュージックビデオまでにしたんだ。それもこれも全部何かのため、誰かのため。ではまた。